塗装する前にもピトカンつけちゃいますね。今 0.5 ミリの穴を開けてるんで、ここに4白線で作ったピトカンを接着してやるだけです。左右の角度がもちろんのこと、上下の角度もね若干下下がりになりますから気をつけて彫ります。時間をかけてこれはもう削るしかないんですよ。この汚いやつるしか持ってないですけど、一応段になってるところなんだこのヤスリで段をつけてやって、こんな感じで段をつけて、でそこを目安にこういうので削っていくってことですね。それでここの段が消えそうになったらば目立てヤスリで折らないようにね思ったらこの1時間の苦労はなくなってしまいます。なんてこと1時間ぐらいやってるわけですよ。それでもまだ削り終わらない。もうちょっとだと思うんですけどね。削り終わりました。ピントが厳しいかこれ。こんな段付きですね。ほんのわずかの段なんで、僕の持ってる真鍮パイプと、余白線の組み合わせだと先端の部分が細くなりすぎちゃったんですよ。で今回削り出したんですけど、これもね何かに引っ掛ければここ折れちゃいますから、先端が。ピトカン自体は折れないけど機体の方が壊れるんで。塗装図がちょうど48分の1なんで寸法の参考にもなりました。機体の仮面ですね塗り始めてるんですけど 0.2 ミリ使ってます。いいです。やっぱり塗り始めはね下手ですよ。特に僕みたいにあれこれ手出してるとね塗り方が全部違うんで、車の模型と戦車の模型と飛行機の模型とみんな塗り方違いますからね。大体見れば一番下手くそなところが塗り始めんとこですよ。ちょっと圧が強めなんでもうちょい弱くしてもいいかもしれないけど、これぐらいでもいいのかなと。またここでね白をちょっと今変な風に飛んでるけど、白をこんな風にムラをつけて塗ってやって、でこれ上からわっと塗ってやればパネルラインところは残りますよね。これ乾けばまた様子が変わるんで少しずつ塗ってます。エアブラシの吹き付け幅も狭くしたり細くしたりはやってますね。狭くして細くしてって同じじゃん。細くしたり太くしたりってやってますね。一発目は僕細くやって、ちょっと太くして若干離れたところからで、この段階もパネルラインにはなるべく置かないように、多少かぶっても気にしないように、要は自分がこんなもんだろうっていう部分を目指せばいいんじゃないのかな。こうじゃなきゃいけないとか全くないので、ここであえて塗装のムラを今
出してるわけだから、まあ塗装のムラったってあれですよね、もともとこの完成した時にできてたムラじゃなく、まあ、飛んでる間にムラになった部分なんで、まあ、こういう前後方向に塗るっていうのもありだと思いますし、で当然もっと幅広く塗ろうってなったらば若干エア圧を上げてやらなきゃいけないでしょうし、まあ、ただその広い範囲で塗るっていうのは、まあ、全体こんなもんかなーってとこまで塗り終わってからでいいと思います。っていうのはいずれ乾燥すればまた大きくイメージが変わるんですよ、必ず。まあ、今かなりこれは広い範囲で塗ってますけど、まあただ 0.2 ミリなんでね、広く塗りったって限界ありますから、結構こっちの方もね何回も戻って塗ってるんですよ。もうムラはできちゃってるんで、そのムラを落ち着かせるっていうかね、上から白をまたかぶせていけば落ち着きますから。で境界は特に今回どうしようかなと思って、戦車止まる式戦車、この境界の部分を中間色作ってこう線を描いて、それから明細に塗ってたんですけど、3色だからね、で色が全然違うからめんどくさいなと思って、それ癖ですね。一番最初の消し目、ここでね試し拭きするって一番やりやすいんですよ。まあ手袋してれば汚れるってことないんだけどね、今まあご覧のように手袋、細拭きなんでね、手袋いらねえかなと思って手袋してますけど、まあそうすると拭き始めの感じがすごくよくつかめる。で心がけてるポイントつうかね、この後まあこんなにモノクロームじゃないですよね。もっといろんな色がこう出るんですね。特にファントム、この辺り抹茶っちゃですよね。でそれをやるんで、まあそういう汚れが後で入ることも考えに入れては塗った方がいいと思います。ただここであまり濃くその下地の黒を残しちゃうと、なんて言うんだろう、後々暗い地帯になっちゃわないように、まあこれぐらいこう白くしておけばいいのかなっていう部分、まあこれはもう自分の中で判断するしかないんですけどね。まあだからちょっとこの辺の今このリベットの内側がちょっとグレーっぽくぼやっと出てるんですけど、ここですね、ちょっとこの辺後でうるさくなるかもしれないなって思ったらば、こう白を乗っけてやるとかね。まあ今こう見てて、ここのバランスとここのバランスがちょっとこっからこっちがまだ暗いんですよ。これ今主翼のこの部分塗ったら全体にふわっとのせてみようと思います。暗くなってるだろうなーってとこがもしあったら、例えばちょっと今塗っちゃったんですけど、ハードポイントの周りですよね。今回ハードポイントここにパイロンがつくんで、その辺りをあえてこう長細く残しておくべきだったかもしれないです。でここで圧をちょっと上げてやって、塩ぶつけ目から外側に向かって全体にかけてやると、明度、全体の明度を上げるってことですね。
まあいずれ乾と乾かしながら乾くと絶対調子は変わるんで塗っていきます。一発目の下塗りのモヤモヤがやっぱあんまり細かい模様が入ってないんで、まあ入れながらね、手を震わせながらパネルの内側から徐々に塗っていくような感じなんですけどで前っていうかこの下塗りやった時に 0.2 ミリでこの拭いてたじゃないですか。で今これ 0.2 ミリです。あれですね、部品請求特にしないで治りました。どういうことかというと、これは真似しないでください。真似しないでください。0.2 ミリのニードルがね、先端がほんのわずかに曲がっちゃって、で強引にこう爪で押さえながらグリグリ回して、まあ見た目まっすぐにはなったんですよ。これを研いでどうなるのかなと。ダメですよこんなことしちゃ。ちゃんとニードル請求しなきゃ。要はね、今ちょっと注文できない状況。お金の問題じゃないですけど、引っ越しのタイミングで送られてくるあれが、住所がねちょうど切り替わるタイミングっぽいんで注文できないでいます。もしこれでね治っちゃえばそれでいいんじゃないのかなと。まあでも非常にね繊細な部分なんで、これで治ると思えないんですけどな。感触的にはまあいい感じはしますけどね。ちょっと使ってみますか。ダメ元で。そしたら治っちゃったんですよ。治っちゃったんですよっていうか、前より拭きやすいわ。まあたまたまね、うまくいったってだけですよ。あとまあタッチアップですか。白といえどもタッチアップは少なからずあるはずなんで、またスポンジ通しながら入れていくとかね。あ、ちょっと今圧が強すぎた。こういう模様も入れてみてはどうなのかあんまり変わんないね。まあムラを作ってるわけですからね。そんなに神経質にやらなくてもいいとも思いますし、とりあえずこれを置いといて、であれです、雑草とかも塗ってかなきゃなんですよね。落下雑草、
センターパイロン真っ白けだったっけ、確か。センターパイロンは真っ白けっけですね。真っ白けっけ。実際センターパイロンかなり汚れてるんですけどね。いやー、今あれもう分かんなくなる。ファントム、このファントムの中でお話ししたかな。引っ越しの前で、まあ中古住宅買ったんですけど、まあその中古住宅のリノベーションですね。リノベーションというか、まあ部屋の壁をこうペンキで塗ってるわけですよ。休みの日には一日中で、まあ一日中やってるからね、夜までやってられないから、もうさすがに夕方になると帰ってくるんですけど、1分の1の塗装です。1分の1。まあ刷毛塗りですね。刷毛塗り、筆塗りじゃない筆であんなもん塗れないです。まあ筆に近いですけどね。まあ実際ローラーだけだから、ほとんどちゃんとシーラーを塗って、シーラーを塗らないとね、下の汚れが上に染み上がってくるんで、ちゃんとシーラーを塗って、まあ素人の仕事なんで、どれだけ持つか。ちょうどなくなったかな。まあなのでまあこう比べながら極端に違うっていうのもおかしいんでね、まあこれと似たような感じになるような色まで持っていきます。で各パイロンとまあ燃料タンクが3個ですね。とりあえずそんなところをやっていけば、白は塗り終わり。この扉の内側はまた後で、足と一緒に塗ります。足と一緒に。足はまだ組み立ててないですから、その時に塗ろうかなと思ってます。じゃあ次回は上ですね。上の方です。こっちを3色に塗り分けないといけないんで、フリーハンドでやるつもりなんですけど、うまくいくかどうかは分かんないです。やったことないから。じゃあ、うわー、ここもちょっと潰しすぎちゃったかな。ちょっとここほらね、ここだけ白が強くなっちゃいました。まあいいや。で、まあそんなちょっとバタバタと引っ越し絡みでやってるんで、制作がほぼできないです。休みの日はもう1分の1の家を塗ってるんで、なのでちょっと遅れるかな。とりあえずまあ今晩寝るまでにはこの白の塗装終わらせたいんですけど、終わるかなって感じもするんですけどね。これからご飯作んなきゃだ。まあそれはそれで置いといて、じゃあ次回は3色明細。それではまた。